はいどうも、キスケです。今回は全キャラクターおすすめ小判紹介していきます。NTE は小判の種類が多いですし、キャラによってプラズマとか個体とか、対応する小判も違いますから、何を装備させたらいいかわからんって人多いと思います。今回の動画を見ればそんな問題を全て解決。各キャラクターに合う小判が一目でわかるようになってますんでね。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではまず主人公のおすすめ小判から見ていきましょう。この表の見方なんですが、一応左右差も意識して作ってます。例えば最適小判の欄を見てもらえるとわかるんですが、形成の雨が一番相性が良くて、時点で休息日、時点で不適な綿といったように左側が強いという形になってます。それを踏まえた上で見ていくんですが、最適装備はモチーフ小判の形成の雨、時点で休息日、時点で不適な綿、つなぎとしてはヘテロシティの平穏、忘れられしいものが選択肢に上がります。主人公は集結を発動してバイレールスキルでキャラクターチェンジという使い方がほとんどですよね。なのでシンプルに攻撃力アップやクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめです。ちなみに休息日とヘテロシティの平穏は無料で獲得できます。休息日は日食と呼ばれる NPC に6回話しかけると入手。ヘテロシティの平穏は手配レベルをマックスにした時に出てくるボスを倒して入手。詳しい解説はこちらの動画でやってるんで、概要欄から飛んでみてください。で、こちらの不適な綿なんですけど、語尾に綿とつく小判は総じてハンター補給のレベル30で手に入る小判です。課金で解放する必要がありますが、ハンター補給はかなりお得なものになっているんでね、課金できる人はやっちゃいましょう。続いてちーちゃんのおすすめ小判、最適がモチーフ小判のシコーニャン、つなぎとして光のカーニバルが選択肢に上がります。ちーちゃんはゲーム内通貨であるファンスを貯めながら火力を出すアタッカーなんで、攻撃力アップやクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。中でもシコーニャンは所持ファンスに応じてダメージを上げてくれますし、シティ名声レベルを上げることで無料獲得、無料で貫突まで育成できるんで、ほぼ一択かなと思います。ただちーちゃんの獲得はシティ名声レベル18、シコーニャンはレベル21なので、少しのズレがありますよね。11から21まで上げてる期間はつなぎの光のカーニバルを装備して使っていきましょう。続いて美月のおすすめ小判、最適がモチーフ小判の銀河の残像、時点で不屈の綿、つなぎとしてはオラオラ、時点でクジラの歌になります。美月は遠距離からダメージを出す通常攻撃のアタッカーなので、攻撃力アップやクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。中でもモチーフの銀河の残像は魂異能ダメージを与えるたびにクリティカルダメージを上げてくれますから、手数の多い美月と相性バッチリ。ログインボーナスの10日目にもらえるというのも嬉しいですよね。時点の不屈の綿もがっつりと攻撃力をバフしてくれる小判なんでおすすめです。クリティカルダメージを取るか、シンプルに攻撃力アップを取るかによって変わってきます。つなぎのクジラの歌は無料で獲得できる小判です。アノマリー以来深いの嘆きをクリアするともらえます。続いてジョエンのおすすめ小判、最適がモチーフ小判の現実の避難所、時点で熱狂の渦、つなぎとしては不適な綿、時点で時間外を行くになります。ジョエンは敵にマーカーを付与してそれを爆発させてダメージを出すサブアタッカーなんで、攻撃力アップ系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。中でも現実の避難所はモチーフ小判なだけあってマーカーダメージを上げてくれますから最適ですね。で、熱狂の渦に関してなんですけど、ナナリと組み合わせるときはめちゃくちゃ強いと思います。ナナリと組み合わせる時のジョエンってバイレールスキルを打って集結打って即交代
みたいな使い方が強いんで、表に出てる時間が少ないんですよね。というのを考えると、控えにいる状態でも味方をバフしてくれる熱狂の渦が噛み合います。ナナリと組み合わせる場合は熱狂の渦が熱いですね。この中だと現実の避難所と熱狂の渦が無料獲得できます。現実の避難所はアノマリー以来の映画を見に行こうをクリア。熱狂の渦も同じくアノマリー以来のリズムマスターをクリアで獲得できます。続いてダフォディールのおすすめ小判。最適がモチーフ小判の漆黒の青春妄想。つなぎとしては輝かしき日々。時点でひらめきデスゲームになります。ダフォディールは瞬間火力とブレイクパワーが重要なキャラクターですから、攻撃力アップとブレイクパワーを上げてくれる小判がおすすめ。最適小判の漆黒の青春妄想は攻撃力やブレイクパワーを上昇させるだけではなく、チーム内のキャラクターがサポートスキルを2回発動すると特殊スキルを発動できるようになり、さらにダフォディールの火力が上がる仕様になってます。漆黒の青春妄想もアノマリー以来のポストアドレセンスの書をクリアすると無料でもらえますし、ほぼ一択かなと思ってます。続いてファルディーヤのおすすめ小判。最適が永遠のワルツ。つなぎとしては良薬は口に逃がし、時点で5日は終わるです。ファルディーヤは味方のダメージを分担したり、敵から受けたダメージを反射したり、 HP を回復したりと被弾ありきで戦うキャラクターですから、 HP アップや防御力アップ系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。最適小判の永遠のワルツは小判自体の効果で HP アップ、さらにステータスアップでも HP アップと、ファルディーヤが要塞となる小判です。特にこだわりがなければ永遠のワルツを装備させましょう。永遠のワルツはメインストーリーを進めると出てくる踊り出せ荒くねを倒すと入手できます。続いてアドレーのおすすめ小判。最適が忘れな傘。つなぎとして愚者が春を巻くになります。アドレーは味方にシールドを付与してパーティー全体の生存率を上げてくれるキャラクターで、このシールドはアドレーの防御力が高いほど付与率が上がります。なので防御力を強化してくれる小判がおすすめです。最適小判の忘れな傘は防御力のステータスを上昇させるだけではなく、装備者の HP が 50% 以上の場合、さらにシールドの強度を上昇させます。つなぎの愚者が春を巻くに関しては防御力を上げてくれるのは強いんですが、小判自体の効果が攻撃力アップなんで、アドレーでも火力を稼ぎたいなら選択肢に上がります。続いてハソウルのおすすめ小判。最適がエンコンハリケーン。時点でプリペア。つなぎとしては不屈の綿。時点でクジラの歌。時点でオラオラになります。ハソウルは独自のスタックサンダースピードを貯めて EX レール集結で爆発的な瞬間火力を叩き込むサブアタッカーですから、攻撃力アップやクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。最適小判のエンコンハリケーンは EX レール集結を発動すると各スキルのダメージが伸びることからハソウルの性能とマッチしてます。時点のプリペアもバイレールスキルまたは EX レール集結を発動するとダメージが上昇し、特殊スキルが発動可能になります。この特殊スキルはボスユニットに対してダメージが上昇するものになってますから、ボスと戦うときは選択肢に上がります。ただプリペアは7里のモチーフ小判なんでね、入手難易度は高め。その点エンコンハリケーンはアノマリー以来デュラハンの脅威をクリアすると入手できますから、エンコンハリケーンを装備しとけば間違いないです。続いてバイザンのおすすめ小判。最適がモチーフ小判の椿貝。つなぎとして凶暴な綿になります。バイザンは自身の HP を削りながらダメージを出すメインアタッカーですから、攻撃力アップやクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。中でもモチーフ小判の椿貝は
攻撃力アップやクリティカル率を上昇させ、さらに小判効果で自傷するとクリティカルダメージアップ、特殊スキルで追加ダメージと、まさにバイザンのためだけの小判です。この椿貝はサイドクエストをクリアすると無料獲得できる小判です。ピンク色のクエストで行方不明の少年を探すというクエストですよね。そのクエストで向かう庭園にボスがいるんで、そいつを倒せば入手できます。サイドクエストをクリアするまでは庭園に入ることができないんで注意しましょう。続いてエドガーのおすすめ小判。最適が歪んだ城の呼び声、つなぎとしてひらめきデスゲームになります。エドガーはバイレールスキルや EX レール集結で HP を回復でき、その回復量はエドガーの HP が多いほど上昇します。最適小判の歪んだ城の呼び声は HP を上昇させ、さらにバイレールスキル発動後に治療効率を上げてくれますから最適です。つなぎのひらめきデスゲームに関しては、バイレールスキルを発動すると集結エネルギーが少しだけチャージされるんで、 EX レール集結の回転率を上げたいなら選択肢に上がります。続いてハニアのおすすめ小判。最適が熱狂の渦、時点で休息日、つなぎとしてコインより笑顔になります。ハニアは味方の攻撃力をバフしつつ追加ダメージを与えることができるサポーターです。味方に対しての攻撃力バフはハニアの攻撃力に応じて変動するんで、攻撃力を盛れる小判がおすすめ。最適小判の熱狂の渦は攻撃力を上昇させつつ、控えにいる状態でも味方に攻撃力アップのバフを配ることができます。基本的にこれを装備しておけば間違いないです。時点の休息日に関してはハニアの攻撃力をがっつりと盛ることができて、さらにチャージ効率を盛れるんでスキルの回転率が上がります。ハニアは攻撃力が高いほどバフ量が上がるキャラクターですから選択肢に上がります。続いてミントのおすすめ小判。最適が神速の綿、時点で空域確保開始、つなぎとして輝かしき日々になります。ミントは通常攻撃長押しの範囲攻撃や回転率のいいバイレールスキルでダメージを出すメインアタッカーですから、攻撃力やクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。最適小判の神速の綿はクリティカルダメージをがっつりと盛ることができて、さらに1秒ごとに攻撃力が上昇します。時点の空域確保開始も強くて、攻撃力と霊異能ダメージを盛ることができます。クリティカルを取るか攻撃力を取るかで選択しましょう。続いて A のおすすめ小判。最適は頭上に注意、時点で鋭敏な綿、つなぎとして光のカーニバルになります。 A は通常攻撃で敵にマーカーを付与して自動追撃、バイレールスキルによる持続ダメージと表性能の高いメインアタッカーです。なので攻撃力やクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。最適小判の頭上に注意はクリティカルダメージをがっつりと盛ることができ、異能連環で発動させる炎体と侵食状態の敵に与えるダメージが上昇します。時点の鋭敏な綿も攻撃力をがっつりと盛ることができて、極限回避を発動するたびに攻撃力が上がります。表性能の高い A にぴったりです。続いて7里のおすすめ小判。最適はモチーフ小判のプリペア、時点で不屈の綿、つなぎとして怨恨ハリケーン、時点でクジラの歌、時点でオラオラになります。7里はバイレールスキルや EX レール集結で自身を強化し、手数の多さで敵を倒すメインアタッカーですから、攻撃力やクリティカル系のステータスを上げてくれる小判がおすすめ。モチーフ小判のプリペアは攻撃力とクリティカル率が上昇、さらにバイレールスキルや EX レール集結を使用すると通常攻撃のダメージがアップ、そして特殊スキルでボスユニットに与えるダメージがさらにアップと、さすがモチーフ小判、
破格の性能です。手数が多いキャラクターなんでクリティカル率アップも嬉しいですよね。時点の不屈の綿に関しては攻撃力をがっつりと盛ることができます。クリティカル系のステータスは上げてくれないんですが S ランク小判ということもあって攻撃力アップのパーセントがでかいです。迷ったらこれを装備させましょう。最後にサキリのおすすめ小判、最適がお散歩ワンワン、つなぎとして仮面の下の涙になります。サキリは敵を拘束したり味方の攻撃力をバフしてくれるサポートキャラクターです。このバフはサキリの攻撃力に基づいて上昇するんでできるだけ攻撃力を盛りたいところ。最適小判のお散歩ワンワンは攻撃力アップ、さらにチャージ効率アップに EX レール集結を発動すると追加で攻撃力アップのバフを配れるようになります。攻撃力アップとチャージ効率、追加の攻撃力バフと全ての能力がサキリと噛み合っていてほぼ一択かなと思ってます。お散歩ワンワンに関してはメインストーリーを進めることで出会えるモルフィックスというボスを倒すと手に入ります。無料獲得可能なんでちゃちゃっとストーリーを進めちゃいましょう。いかがだったでしょうか。今回は全キャラクターおすすめ小判紹介してみました。正直言ってしまうと無料で入手できる小判が多いもんでほとんどのキャラクターが最適小判を装備できる状態ですよね。つくづく優しいゲームだなと感じます。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。